ご視聴ありがとうございます。今回は道具のちょっと変わった使い方をお伝えしたいと思います。最近オートバイのエンジンケースの上までですがバラしてまして、その作業の中で3点4点かな、特にピストン組む時の話が多くなると思いますが、用途としては違うけど使いやすかった道具や、これもしかしたら使いやすいかもと試してみた結果について紹介をさせていただきたいと思っています。1つ目、クニペックスのプライヤーレンチ。何かと汎用的に使えるお気に入りの道具です。そんなに面白い方法ではないのですが、とても助かったのでご紹介。スペース内箇所のキャップボルトを回すのに便利に使えました。使ったのはここ、エンジンのヘッドカバーを留めているボルトです。このネジ、最初の緩めは極端ビット使えば可能なのですが、直上にハーネス類がどさっとまとまってましてスペースがなく、ネジが抜ける前に工具がそこにどんついてしまいまして、外すことができません。ではと指で回そうとしても、インチネジだからなのか緩めた後も動きが全然渋いんですよね。全く回すことができませんでした。で、コブラなんか使っても良かったのですが、軽い力で使っても案外掴む相手に傷を入れちゃうんですよね。そこでプライヤーレンチを使ってみました。つかみ面はフラットですが、滑ることも少なくしっかりとつかめます。しかも掴んだボルトに傷は入りませんでした。握って回して離してとラチェットみたく作業は素早く行える。これは使い勝手良かったですね。つかみ面にプラスチックやゴム系の保護部品がつく製品もありますが、掴む能力が著しく落ちてしまったり、保護部品の付け外しが面倒で道具として汎用性が低かったりしまして、個人的にはちょっと苦手。対してプライヤーレンチはこういう使い方、用途としては合ってないのでしょうが使いやすかったですね。プライヤーレンチ、これに特化という部分は見つかってないんですけど、汎用的に頻繁に使っている道具です。機会がございましたら触ってみていただきたいです。2つ目はクニペックスのアジャスティングプライヤー。精密機器の組み立て用と説明のあるアイテムです。三角錐で対象をつかむプライヤー。つかみ面が滑らかで対象に傷を入れにくいのが特徴の道具です。私はワイヤーに形をつけるときに主に使っています。ラチェットのハートバネを自作したり、ジュエリー系の作業でも使う方いらっしゃるみたいですね。で、今回この形がいきそうな作業、ピストンピンクリップの付け外しに使ってみることにしました。ピストンピンクリップというのがこちら。ピストンからピストンピンが外れないようにしている部品です。このクリップの付け外し、あまり得意ではない作業で、普段はマイナスやピックツールを使って付け外しをしていますが、道具を制御するのが難しいんです。クリップをどこかへ飛ばしてしまったり、力を入れすぎて勢い余ってピストンを傷つけてしまったり、小型車のピストンやワイセコやアートなんかの最近のクリップは指で入るくらい柔らかいのもありますが、そうではないのも多くありまして、このクリップの作業というもの、私は好きな作業ではありません。少しでも楽ができないかと、このアジャスティングプライヤーを使ってみることにしました。結果としてはベストではなかったです。先を突っ込んでクリップ回して、で浮かせてそのままつかめたら楽に外せるかと思ったのですが、そううまくはいきませんでした。期待していたことはできなかったですね。まず滑ってしまうのでクリップ掴んで回すことはできず、ではとクリップの端を先端で押してみても、これを使うメリットは感じませんでした。ドライバー使った方がいいかなって感じ。続いて先端を突っ込んでクリップを溝から浮かせようとしましたが、引っかかりがないので持ち上げることができず、そのまま掴もうとしたんですけど、それもダメでした。外す作業は全て惨敗でした。入れるのも普通のプライヤー使う方の話も聞きますので、私もこれでいけるかと思ったんですけど、不器用さも原因ですが、うまくは使えなかったです。入れるにしても外すにしてもミスって傷を入れてしまったり、いつもより時間がかかりそうだったので違う道具に持ち替えています。いつも通りドライバー使った方がやりやすいかなと感じました。良い部分かなと感じたのは、補助的な使い方とはなりますが、外すときにこれで掴んでおくとクリップを飛ばすことを防げます。まずドライバーなどで途中まで外しておいてから、最後はこのプライヤーで掴んで外すことで安心感があるっすね。
まあただ次ピストン外す時もこれ使うかと言ったらそのままでは使わないです。クリップつかめるようにプライヤーに1本溝掘ったりして改造してみたら使いやすくなるかもしれないとは思っています。似た感じでスナップリングプライヤーなんかも加工してみると使えるかもしれません。クリップ飛ばして探した経験のある方、試してみていただきたいです。3つ目はなんてことないドライバーです。これを2本使って先ほどのアジャスティングプライヤーではできなかったピストンピンクリップを回すという作業をやってます。クリップは外す時も入れた時も位置を調整する必要があります。クリップの端をドライバーなどの細かいもので押して回すのですが、これが全然回ってくれないやつがたまにあるんです。ドライバー1本でこれやってますとすっぽ抜けてピストン傷つけてしまいそうで、私は苦手な作業です。そんな時にドライバーをもう1本使います。1本をピストンピン方向へ差し込んで、それをテコにする、支点にすると表せばいいのかな。こんな感じにもう1本ドライバーを組み合わせることで力の入れ方が安定するというのか、ドライバーがクリップから外れにくくなりまして、安心して力を入れることができるようになります。私この作業苦手意識があったのですが、このやり方するようになってから困ることはなくなりました。ピストンピンの径が大きなものにやりやすい方法ですね。クリップ回んねとお困りの際には試してみていただきたいです。4つ目は道具と言えるのか分かりませんが、銅のパイプです。ピストンピンクリップを入れる作業に使います。これ外国の方が数名やってらっしゃるのを見てまして、とても簡単そうにクリップ入れてらしたので、私も試してみることにしました。やり方は簡単。ピストンピンよりちょっと大きめな外径のパイプにクリップをこんな感じにセット。クリップの合い口の位置を気をつけながら銅パイプごとピストンにあてがいます。そうしたらパイプの内径と近いサイズのもので後ろから押し込みます。パチンという音とともにクリップを入れることができました。今回のピストンはピン径が 20mm なので、外径が 21mm、肉厚 1mm のパイプを先端を先細りに加工して使っています。上下のサイズも試してみたんですけど、20mm だとそもそもクリップをパイプに入れることができず、22mm だとピストンにうまく押し当てることができず、ピストンピンプラス 1mm くらいのサイズを削ってやるのが良さそうです。パイプは Amazon で売ってます。100mm 超で1000円しないくらい。組み付けは本当に簡単だったっすね。ピストン単体でも車両に組み付けるときも簡単でした。指とドライバーのいつものやり方よりも簡単に感じたっすね。銅パイプを使ってクリップを組んだ後に一度外してクリップの曲がりや傷などを確認しましたが、クリップの強い変形は見られず、やりやすいし失敗も少ない、これ良い方法だと感じました。欠点としては加工がちょっとだるいっていうのと耐久性がなさそうだということ。これ8回ほどクリップ入れた後のパイプ内側の状態ですが、変形してしまった部分が見られます。今回は2気筒なのでそこまで回数は多くないですが、使うたびに修正する作業が必要かもしれません。お仕事などで頻繁に使う場合はあまりおすすめできないですね。特殊工具としてこれに似た道具も存在します。私が見たのはしっかりした材質、ステンレスっぽいのでできてまして、外側に滑り止めもついた使いやすそうなものでした。おそらくパイプの中もテーパー状になっているでしょう。ただ、サイズごとに揃えないといけませんので汎用性はなく、SST ですからお値段もそこそこするでしょう。その点、今回の銅パイプはリーズナブル。専用品には使い勝手劣るでしょうが、それでもいつも通りドライバーを使うよりは簡単にできました。これ以外にもピストンピンクリップを入れる SST はいくつかございます。クリップ入れるのにストレスを感じる方に試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介しております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。